それでは続きをやっていきましょう。前回はカマセイヌ国家のスケーブンを撃破したところまでやったな。2ターン目開始。おそらくここら辺の廃墟は全て前倒したスケーブンの拠点なので全て確保しましょうか。ネズミ駆除やな。ここら辺も綺麗になるで。まあ我々がいる時点で綺麗は無理ですけどね。死者の復活でゾンビ2体とフェルバットを雇用。っていうかゾンビ安すぎない？維持費とか19しかないんやけど。フェルバット1部隊雇えるお金でゾンビが4体部隊雇えるという事実。しかもフェルバットってそんなに強くないよな。まあここはお金には余裕ありますからね。雇えるやつはコウモリだって雇います。それでは吐きだめの町を襲撃するために進軍開始。なんかすごいかわいそうな名前の拠点。そしてしれっと2軍団目を作成しゾンビの2部隊招集して2ターン目エンド。3ターン目開始。吐きだめの町を襲撃。決定的な勝利やな。これから嫌というほど手動で戦っていくのでここは自動戦闘で。終盤らへんとか嫌な気しかしないな。だからこそ今のうちに楽しておきましょう。オーガの国家がいますね。中は若干悪いご様子。攻めてくるんか。ここは攻められないように仲良くしておいた方が良さそうですね。移動できる軍勢を少し移動させて3ターン目エンド。4ターン目開始。これはリザードマン勢力みたいですね。なんでこんなところにおるんや。多分スケーブンに拠点奪われたとかですかね。それはかわいそう。だったらうちがその拠点奪い返して有効活用してやるからな。返す気はさらさらないのであった。死者の復活でハウンドとコウモリを追加雇用。3軍団目も作成。4軍団まで作るんですね。とりあえず全部ゾンビで埋められるだけ埋めておきます。それだけでも序盤は敵にとっては脅威になりますからね。4ターン目エンド。リザードマン消えましたね。南に拠点が残ってるんかな。5ターン目開始。どうやら大型もが合併したみたいですね。ゴールドトゥースってうちらのお隣よな。ですね。なのでより仲良くする必要性が出ましたね。ゾンビやけど仲良くしような。臭いって理由で戦争仕掛けられそう。まあ匂いは重要よな。匂いは。ゴールドトゥースとの戦力差はこんな感じですね。若干負けてるな。拠点数は4拠点で有効度は低下中。なんで有効度下がってんねん。何もしてないやろ。北のお隣さんである西部修路はこんな感じ。こっちも若干負けてる。有効度は上昇しているみたいですね。ならこっちは安心か。それでは拠点占領のために南に進軍。決定的な勝利。ここは自動戦闘ですね。あっさり占領完了。最後の決戦のためにどこかで戦力整えてるんですかね。3軍団目にゾンビを雇用させ。5ターン目エンド。6ターン目開始。どうやら先ほどのリザードマン勢力は滅んだみたいですね。ショッキョムッチョ。どうやら敵さんは迎撃の準備を整えてたご様子。前の戦闘より質も量も上がってるので気をつけてくださいね。何がどう危険なのかわからんけど了解やで。って逃げ出してるやんけ。さすがにこれだけの戦力では逃げるしかなかったのかもですね。ネズミを恐るるに足らず。死者の復活でスピアスケルトンとハウンドを雇用。襲撃開始。決定的な勝利やけど敵の数が多いな。ここはせっかくなので手動戦闘で戦っていきますか。うちの実力見せてやるんやで。それでは戦闘開始。さて今回の敵の戦力ですが、敵のヒーローであるアサシン対キャラクター特化のユニットみたいですね。キャラクター特化は初めて見たな。ただし数の多いユニットには弱いみたいなのでゾンビでもぶつけてやりましょうか。こいつが今回一番危ない敵であるポイズンウィンドモーターですね。こいつは毒斬りを発射して範囲の敵に持続ダメージを与えます。体力の低いやつや数が多いやつは大ダメージを受けますよ。つまりゾンビとかは大ダメージを受けるかもしれないわけか。最後は対大型ユニットであるエシントライアド。防具なんかも 50% 半減するっぽいですが、こちらには防具の高いやつはいないので問題ないですね。ただクリプトホラーはこいつらにぶつけないようにしてくださいね。クリプトホラーは大型ユニットやからな。了解やで。今回は我々は部隊を2つに分けて攻撃する作戦でいきます。うまくいけば挟み撃ちにできるかと。うまくいくとええけどな。フェルバットをおとりにして主力を進軍させます。フェルバット大丈夫？まあ大丈夫ではないですが死んでも問題ないので。動物は可愛がらないといけないんやで。コウモリ可愛がったら病気とかやばそう。フェルバットにはポイズンウィンドモーターを狙わせます。時間仮説して攻撃する機会を与えないようにしましょう。フェルバット頑張れ。
来世ではゾンビに生まれ変われるとええな。来世は最初からゾンビとか嫌すぎる。今は何してるんや？投射歩兵は敵が近くにいると逃げる性質があるんですよね。ですので、フェルバットを上空に飛ばして攻撃させないようにしております。フェルバットってこういう使い方できるんか。まあ普通にぶつけたらマジですぐに死にますからね。フェルバットは。結局、最後はウィンドモーターを襲撃。結局同じやないか。まあ少しでも生き残れたので OK。決して操作するのがだるくて適当に突っ込ませたわけじゃないですからね。そして本格的に敵との戦闘開始。敵の投射歩兵はうまく封じ込められているみたいなので、この勝負はもらいましたね。いけいけ、ネズミどもは一匹残らず駆除するで。まあ、我々は掃除が遅いんで、殲滅は無理ですけどね。残念。そして、見事にトライアドに突っ込むクリプトホラー。ミスったんやで。まあ少しだけなら大丈夫です。クリプトホラーには再生能力があるので。フェルバットは改装した敵を追撃する担当をさせましょうか。速度も結構速くて侮れないんですよね。戦闘以外で結構役に立つフェルバット。敵アサシンはうまく捉えられていますね。こいつ思ったより弱いな。まあキャラクター特化の性能らしいですからね。普通の歩兵の相手は苦手なんでしょう。レイズ・デッドでゾンビを召喚。召喚したゾンビで敵の背後を狙わせます。ゾンビ召喚ってこうやって使うんか。足止めに使ったり背後を狙わせたりと結構使い道がありますよ。まあ射程が短いのが難点ですが。そして大体配送しましたね。戦闘がくっそ長い。ヴァンパイアカウントだからね、しょうがないね。これは攻略するのすっごい時間かかるな。これから戦闘はカットが多めになりそうです。決定的な勝利で終了。やったぜ。敵もいなくなりましたので、このままノンストップでシュートまで攻めますよ。敵が立て直さないうちに電撃戦で行くで。ネズミを殲滅したら次のお隣はオーガですね。うちらの周りにはオーガが多いな。まあ有効度も悪くないので攻められることは多分ないはず。まあ目標の進路上にあるのでこちらから攻めることは大いにありますが。まだフォックス・オブ・ナーグルとの戦いがこれから控えてるのでまだ仲良くするふりをするんですよ。オーケー、仲良くしよな。ゾンビをさらに2部隊雇用。6ターン目エンド。現在進行中のスケーブンともの和平交渉。だが断る。7ターン目開始。オーガどもがまた合併したみたいですね。合併うちもしたいな。相手がいないですけどね、同じ種族じゃないと合併できないですし。それじゃあ、うちが葵ちゃんと合併を。普通に嫌ですけど。そっか。見てください、ナーグルともの分性が見えます。これはつまり、あちらから攻めてくる可能性が高いですね。それなら、早くネズミともを片付けないとな。一応軍を残して牽制させておきましょうか。牽制っていうか、生贄部隊あるそれ。聞こえが悪いので、先遣隊と言ってください。言い方変えただけやないか。敵拠点襲撃には、ギリギリ行動力が足りず。こういうのが一番モヤモヤするのよな。あと少しで届くのにってやつですね。トータル王名物やなそれ。死者の復活でゾンビを2部隊雇用。さらに、母兵でもゾンビを2部隊招集。そして7ターン目エンド。